こんにちは、ハイジーです。今日はとんでもない唐揚げ定食があるとの噂を耳にしまして、小旅行気分でロマンスカーに飛び乗って小田原を目指しております。唐揚げ定食が目的の小旅行、贅沢です。今回目指していますのはなんと元力士の方が経営するお店でございまして、元力士が作る唐揚げ、この時点でグッときますよね。オーナーは元秋野峰庄司さん、身長 191.3 センチ、体重146キロと絶対に敵に回しちゃいけない方なのですが、引退が2013年で、それから6年が経った今も体重はキープされているそうで、そんな方が作る体重キープ飯っていうんですかね。どんな唐揚げ定食なのか。これまで蓋が閉まらないお弁当シリーズでもたくさんの大きな唐揚げを食べてきた私ではございますが、これは期待で顎が膨らみ、すいません、胸が膨らみます。そんなわけで小田原に着きました。そしてどうやら小田原の一個隣の緑町というところが最寄りだそうなのでございますので、大雄山線というなんかすごくかっこいい名前の電車に乗りまして、今からそちらに向かいたいと思います。ちなみに小田原から緑町は電車で1分でございまして、すごい旅行気分を煽るというか、空いてるしいいですね。驚くほど小田原から近い緑町に到着しまして、びっくりしたのはもう改札機とかない、切符を車掌さんに渡して出てきました。当然土地勘もないので Google マップに頼りながら歩いていきたいと思うんですけれども、600何メートルだそうなのでそんなに離れてはないと思います。でもうこの辺からすごく今ね、いい匂いするなと思ったら熊本ラーメンのお店があります。これ豚骨の匂い、うわー、気になる外観、気になる外観。そんで割と Google マップが渋い道を案内してくれる感じ、いいですよね。こっちなんですね。こっちから行くのが最短ルートなのかな。なんかこの先にそんなにすごい唐揚げが待ってるとは思えないような静かな感じなんですけども、ちなみにね、お店は11時オープンでございまして、今が10時38分39分かなのでちょうどいい感じなんですけども、ここ左に曲がったらもうあるっぽいです。ちょっと行ったらある感じなんですけれども、本当なの？あ、なんかちゃんこの上りがなんか見えてる気がする。これだよね、この上り。出た、どすこいちゃんこ鍋、絶対これだ、ここだ。唐揚げ定食の方お願いします。一つで。はい。あ、それでセルフで取っていいんですか？あ、ご飯とお茶はセルフで取り放題だそうでございます。いろんなメニューがこのように当然ある感じでございまして、夜のメニューが向こうに書かれております。ご飯取ってきたんですけども、今ジュー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 美味しそうな音がもう聞こえております。お味噌汁が登場しました。あ、ピピピピって言ってます。もしかして唐揚げ来る？あ、はい、ありがとうございます。うーわ、でかい、でかい、うわ、でかくて数も多い。1、2、3、4、5、6、でかくて6個入り。うわで、ちょっと揺らすとなんかプルプル言うくらいなんか柔らかそう。めちゃくちゃ美味しそうじゃん。ボリュームだよ。なんかこうするとなんか力士の方と戦ってるような感じにも見えるくらいの迫力。いただきます。でも揚げたていただきましょう。いや、にしてもすごいサイズ感。どうなってんのこれ。でも絶対サクサクでしょうしね。表面もいい揚げ具合。柔らかい、ふっくらジューシー。ちょっと待って、断面苦手な方は一回目としてください。これ見て分かると思います。いや、ジューシープリプリなの分かりますよね。これはうまいよ。はい、ありがとうございます。はいはい。うわ、盛りだくさん。そうなんだ。唐揚げにつけて好きにつけていいやつ、はいはい、この辺のトッピングはご自由にということでございまして、もうとにかくね、たくさんアイテムがあります。とはいえ僕今のスタンダード唐揚げがすごく好きだったので、もう一個スタンダードでいきたいんだよな。正直美味しいんだよね。で、これはなんだ、
これもこれで1個なんだよね。でかい1個。だから一口食べたら一旦レモンとかも試してみようかな。でもこれがうまいからな。唐揚げ2個をいただきまして、まだ全然こんなに残ってるという頼もしさ、嬉しいよね。で、美味しいから全然いけると思う。もう余裕。だからお相撲とはいえ、残ったってことにはならないような唐揚げでございます。じゃあ一旦レモンのパターンいってみましょうか。ポタポタポタ。あ、結構かけちゃった。これはこれでね、また美味しいんだよね。すごいふっくらで美味しいんだよな。今僕ね、レモン果汁垂らしたじゃないですか、唐揚げに。ですが、本物のレモンが実はここにあるんですよね。ちょっとこれはひどい。今のはひどい。これでも軽くね、端っこの方ちゃんと食べてあげないと、レモンがかわいそうだから本物がいるのにちゃんとね、ちょっと唐揚げの迫力に寄り切られて変な感じになっちゃいましたけども。刻みパクチーのパターンでいってみましょうかね。こう乗せて、これがこれで美味しいですね。やっぱりレモンとは違った感じのさっぱり感が出るというか、それプラス一かじりした後の唐揚げだから余裕かと思って一口でいこうとしたら結構大きくて焦った。ちなみにいつもどれで食べられてるとかありますか？結構皆さんマヨネーズ。やっぱマヨネーズが多いですか？あ、じゃあマヨネーズでいこう。ありがとうございます。ではやはり王道でしょうかね。マヨネーズちょっとつけて結局なんですね。いよいよ最後の1個になってしまいました。最後は僕ね、一番気になってましたこちら、柚子胡椒。やっぱね結局大好きなので行ってみたいと思う。あ、タルタル忘れた。タルタルは忘れたけど、でもやっぱこっちのパターンキリッと締めてくれそうな感じがしますから。で、最後までこのサクサクな感じ。いや、あんなにいっぱいあったはずなのに名残惜しいね。最後の一口です。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。どうも美味しかったです。ありがとうございます。これ大きいのにすごくふっくらしてて、揚げ方やっぱりこだわったりしてるんですか？二度揚げはしてます。火通すために。はい。さあ食べてまいりまして、とにかくね、なんかね、迫力がある見た目で優しいふっくら美味しい味わい。やっぱ二度揚げなんですね。でかいから2回揚げてるということで、まさに2倍の感じでございましたが、おすすめの唐揚げ定食だと思いました。ちなみにお値段880円でしたね。で、美味しかったからぶわっと食べちゃって、まだね体あんまり気づいてないかもしれないですけども、結構食べてるはずなんですよ、いっぱい。だから帰りは小田原駅まで歩いて帰りたいと思います。電車乗らずにねって思って今調べてみたんですけども、緑町駅からお店まで10分だったんですけども、お店から小田原駅まで11分だからあんま変わんない。だからむしろ行く時に小田原駅から緑町駅まで電車に乗ったのが意味わかんない行動だったかもしれません。小田原駅の方まで行くとなんかちょっと観光スポットっぽい雰囲気になっていくはずなので、そんな景色も楽しみながら帰りたいと思いますね。来た。こういうことよ。うわー、散った桜の花びらがビシッとピンクの池みたいになってるね。いや、これは気分のいい通り。いや、こういうことよ。あ、鯉もいる。待って、でかいデカグロの鯉がいるね。いや、小田原いいことしかない。すごい。渡ろうよ、あれ、あの橋。これです。いいね。どうする？くぐっちゃう？どうする？どうしようかな。くぐろうかな。かっこいいね。なんて素敵なルート。何よ。門をくぐっては門をくぐっての繰り返しのルートなんですね。忍者だ。思いっきり目指すところに忍者。これ隠れる気ゼロで、こっち行くと天守閣ね。行こう天守閣。もうすぐじゃない？すでに見晴らしがだいぶいい感じになってきましたよ。まだまだ門がありますね。まだまだ。これだいぶいいユンサーソードができてますね。食べ終わった後から。いいね、小田原の街。これは猿なんだ。仲良く毛づくろいしてる。そうなんだね。はい、到着ですね。いや、来た。いいね。ほら、か
こいい。いや、よかった。っていうのはいいんだ。それはいいんだ。それはいいとして、また変なコメントが来てるんだ。だから紹介しますけれども、自称超絶ド M さんからのコメント。なんで画面にチョリソーが映ってるんですか？僕です。人なんです。ハイジーンなんです。で、超絶ド M って自分で名乗ってる人からもいじられてしまう私って何なんですかね？